やみんな、ジュークだよ。今回は音楽ストリーミングサーバーゴニックを作ってみたよ。じゃあ早速本編行ってみよう。まずはゴニックの説明からかな。ゴニックは音楽ストリーミングサーバーだ。最近は音楽ストリーミングサービスが一般的になっているけど、それの自分専用版といったところだな。昔から CD をリッピングしてきた人にとっては、手持ちの音楽をストリーミングできたらいいなっていう人もいると思う。ゴニックの特徴だけど、サブソニックっていうソフトの互換サーバーでフォルダベースなのが特徴だ。それにオープンソースなので誰でも導入することができる。サブソニックっていうのは音楽ストリーミングサーバーの元祖みたいな存在で、2004年頃から存在している。オイラも長らくサブソニックを愛用していたのだけど、2019年頃から開発が止まってしまっているみたいなんだ。代わりにサブソニック互換のサーバーがいくつか開発されているというのが現状だ。現在はサブソニック互換のサーバー以外にもいくつかの音楽ストリーミングサーバーが存在するけど、その大半はタグベースなんだ。オイラみたいに音楽のタグ編集がざっくりだとデータベースがきれいに作れなくて、使った時に違和感が出てしまう。その点、ゴニックはハードディスクに入っているファイル構造をそのまま反映してくれるので都合がいいってわけさ。ゴニック構築の準備をしていこう。今回用意したのはラズベリーパイ3だ。OS は Ubuntu の 22.04.3 の64ビットをチョイスした。本当はもっと新しい OS を使いたかったのだけど、ラズベリーパイ2のラズパイ OS32 ビットではうまく動作しなかった。ゴニック構築の前にサーバーの IP を固定しよう。Ubuntu はネットワーク D で制御されているね。ネットプランディレクトリへ移動して、ネットワークの設定ファイルを新規作成しよう。設定ファイルの中身はこんな感じだ。設定ファイルを保存して、ネットワークの設定を反映しよう。設定を反映した時点でサーバーの IP アドレスが変わるから、SSH を使用している場合はここで通信が途切れる。次に SSH の認証を鍵認証にしよう。認証鍵の生成だけど、一度接続をキャンセルして設定から SSH 鍵生成をクリックしてくれ。鍵の種類は ED25519 を選択する。生成をクリックして公開鍵を保存する。次に秘密鍵を保存する。ウィンドウを一度閉じる。パスワードでサーバーにログインしたら、公開鍵をテラタームにドラッグ&ドロップする。
あらかじめ存在する公開鍵をバックアップしよう。ドラッグ&ドロップした公開鍵を SSH フォルダに移動して、公開鍵のディレクトリとフォルダの権限を変更しよう。これから編集する SSH の設定ファイルのバックアップを取っておく。SSH の設定ファイルを編集するのだけど、まずは SSH のポートを標準ポートから外そう。ポートの数字は何でもいいけど忘れないようにしよう。次にルートでのログインを禁止しよう。最後にパスワードでのログインの禁止を設定する。設定を保存して、SSH を再起動しよう。再度ログインしてみて、SSH のログインが鍵認証になったか確認してみよう。ポート番号は22ではなく、設定した番号を指定するぞ。ユーザー名を入力したら、パスワードではなく、秘密鍵を指定しよう。ログインできた。何はなくとも、最初はアプトアップデート。魔法の言葉だ。覚えておこう。次は Go 言語のインストールだ。Gonic は Go 言語のバージョン 1.25 以上が必要だ。本当はアプトインストールするのだけど、今回は OS のバージョンが古いからバイナリを持ってくるよ。Go 言語をダウンロードして、あらかじめ Go 言語があるディレクトリを削除しておく。ダウンロードしたファイルを解凍して、Go 言語のパスを設定しよう。設定を反映して、バージョンが表示されれば OK だ。Gonic に必要なアプリケーションをインストールしよう。Gonic をダウンロードしよう。今回はスーズにパスを通していないから、Go便にフルパスを指定しているよ。
ゴニック用にゴニックユーザーを作成しよう。データ用と設定用のディレクトリを作成して、ゴニックユーザーに作成したディレクトリへ権限を与えよう。ゴニックの設定ファイルをダウンロードして、設定ファイルを編集していく。まずはゴニックの IP アドレスを自分のものへ変更する。ゴニックが参照する音楽ファイルのディレクトリを指定するのだけど、今回はあらかじめマウントしておいた USB メモリーの場所を書いているよ。この辺はみんなの環境に合わせたディレクトリを使用しよう。ここで必ず指定しなくてはいけないのが、音楽ファイル、ポッドキャスト、プレイリストのディレクトリだ。おっと、キャッシュパスは無理に変更する必要はないよ。設定を保存してっと。システム D のサービスファイルをダウンロードしよう。システム D のサービスファイルをリロードして、ゴニックを起動しよう。起動確認するんだけど、起動できていないぞ。設定ファイルをもう一度開いて、キャッシュパスの設定をデフォルトに戻す。ゴニックを再起動してっと。今度は正常に起動できているみたいだ。ゴニックの起動を確認できたら、ブラウザを開いて http:// ゴニックの IP アドレス:4747を入力してみよう。ゴニックの管理画面が表示されるはずだ。ゴニックの初期ユーザーはアドミン。パスワードもアドミンだ。
初回はスロースキャンをクリックしよう。ゴニックが音楽ファイルのスキャンを始める。クライアント用のユーザーを作成して完成だ。ここからはおすすめのクライアントを紹介するよ。iOS ではプレイサブだ。Android ならシンフォニウムをおすすめするよ。最後にクライアント設定だ。今回はプレイサブを例にしている。設定画面に入ってサーバーのアドレス、ユーザー名、パスワードを入力して保存する。設定が正しければフォルダの中に指定した音楽が表示されるはずだ。ちょっと再生してみよう。いい感じ。さて、ゴニックサーバーの構築はどうだったかな？今回の作業手順は、オイラのホームページに掲載されているよ。動画概要欄にリンクを貼っているから、興味があったらそれを参考に構築してみてくれ。あと、構築でつまずいたら AI に相談するといい。最近は AI の発達でサーバー構築のハードルがぐっと下がったな。それじゃあ、またね。